よし出た。よしでかいでかいでかい。はい、こんにちは、村岡正則です。健さんと川ってことで。そうだね、2年ぶりだね。はい、僕は北海道来ましたね。今日は小雨模様で、セミは鳴かないからトップは厳しいけど、まあ箕面でね、結構実績のある川なんで、ちょっとこんなやつをね、釣ってほしいね。イワナ。ニジマス。ニジマスの50。バンバンジャンプするやつ。60、50。50。ニジマス50。今回の目標は。それ取れたら合格。合格だね。まあ40代は結構出ると思う。で、48UL を今回。はい。ベイト縛りでいいんですか？あ、もう今日はベイトしか。ブランシェーナの 48UL で乗されるようなやつがいるんだけども、40、50代ぐらいだったら、細いけどちょっとバットを信じて頑張って遊んでみてください。マサッチチャンネルのユーザーさんだったら見たことあるでしょ、リミテッド。それは僕がフィッシングショーで折ったやつ。そう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 、と同じモデル。これは誰が折ったやつ。その説は書き込みでもこうやんややんや言われてたね。そこ直してた。なんかね、釣りで折れてんじゃなくて事故でどんな竿でも折れるだろうみたいなことばっかりだった。まあ今回はこの 48UL で楽しんでもらおうかなと思います。ちなみにタックルなんですけど、自分はケンさんに言われてアルファセアにピンの1号 50m だけ前つきました。あ、はい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 。でリーダーが8ポンド2キロ。そうだね、そんな感じでスナップ。そうだね、僕は P の08に8ポンドリーダー。ケンさんの動画でオレンジリーダーで視認性出した方がいいって言ってたんですけど、全然食うんですか？全然食う。透明じゃなくても全然大丈夫。基本的にこのピン打ちゲームは線で食わすっていうよりも狙ったところに入れて、まあ1秒以内で食わすっていう感じなので、波動でバンって寄ってくるんだよね、もしくはポチャンっていう音で。なので全然見失う方がやばい、渓流のピン打ちはね。やっぱリーダー見えると楽ですね。すごい楽でしょ。初めて。そうだから僕は本当に60アップ取りたい時なんて、ここからこの辺ぐらいまでダブルラインも入れちゃうから、それでも全然食ってくれる。であと奥の奥に突っ込むんでドン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 って外そうとするじゃない、枝とかに引っかかって、でその時にやっぱどんどん弱くなっていっちゃうから、2キロあれば結構詰める。そうだね、そうだね。こんだけ出してもまだリールの中にね。でほら、例えばこういうポイントなんかでも向こう側に打つけど、岩にリーダーが擦れるじゃない。それでメインラインが擦れちゃやっぱいいのかかった時に切れちゃうから、そういった意味で2キロあるといいかなと。特にノットとかさ全然問題ないでしょ。だから川幅に合わせてリーダーの長さを決めるっていう感じだな、ベイトの場合だと。 P1 号だったら、まあどっちかといえば P1 号なのもスレ対策ですよね。魚の大きさに対して言えば太すぎるぐらいだけど、そうだね、どうしても消耗が激しいってことですね。はい、じゃあ早速やってみますか。いやもう楽しみでさ、この旅がすごいよね、これかっこいいよね。これは新調しました。去年までもう普通に海のまんまやってたんで、でもなんか動画見て一昨年のケンさんとやったの、なんかちょっとソルトの格好じゃと思って、ちょっとしっかり買おうと思って、でもこれが絶対ベストだなと思ったんだけど、なんか2人して同じバッグなのはちょっとあれかなと思ったら、サムライクラフトさんの意識をちょっとねまあまあだよね。でも楽しかった。全部オーダーで作れて、それも楽しみ。ここちょっと近づいちゃったかな、こんな感じなんだよね。一撃なのは外側の筋と、そうだね。出ない。 OK で、大体この距離だともう出ない距離なので、そしたらあの辺ぐらいから。なるほど。出ないですね、もうこの。そうそう。例えばここもこの辺ぐらいから葉っぱ邪魔だけど、一番流れが強いところをクロスさせるのと、あと左側の泡の下。いいね。あ、手前来ちゃった。ナイス。衰えてないね。スピニングと同じぐらいの精度が出せるようになりました。前はスピニングで大丈夫って言ってたけど、でもやっぱ低い弾道の安定感はね、ベイトの方が上だから、こういう上に葉っぱあるときはなんかこの飛距離とこの弾道の低さがあったら全然 OK だね。あとはあそこだね。楽しい。いいですね、イメージ通りに。縄の下いそうだけどな、やっぱシャットっぽいの入れたいな。これどんどんルアーを変えるんですか、やっぱり。でも基本的にいたら一撃なんで、で距離がね長いから4キロぐらいあるから、この川がねどんどん行った方がいいよと。パンパン行っちゃいましょう。
さあ出そうよ。これもむずっ、これはもうあっち側のメインチャンネルと木の刺さってるやつの間ぐらいでも出るんじゃないかな。あれ追ってないな。あ、2時のちっちゃいの持ってきた。トップウォーターセミ。今セミ鳴いてないよね。僕ぐらいセミフリークになるとね、幻聴が聞こえてってよ。今ワンワン鳴いてんだけど、15度ぐらいで鳴くはずないんだけどね。基本的にこのセミの釣りはもう何もしない。移動しましょう。すごいね、足跡が。熊の足跡はないけど。そんなにね、ボッコボコは出ないけど、来たら割といい方が揃ってるかな。で、おそらく、うまくいけば4、5時間の間で7、8バイトで3、4本、出たらいいかなって感じだね。さあ、いいプール。泡の下ですか？うん。ああ、いない、ついてこない。ねえ。雨だ。雨が本降りになってきました。いや、普通に雨だな、これや。いやー、本降りだ。なんと、ちょっとさ、1頭だけ全然セミ投げさせて。5頭ぐらい。トップいいっすね。マスのトップは。いや、出ないな。2年前、面白かったな。でかいの出ましたもんね、2年前。取れなかったけど。ダメだな。あと10度気温が高いとバッチリですね。なんか、いい縁が続きますね。セミに出るときはでかいんですか、やっぱり。でかいね。さっきクワガタ流れてたじゃないですか。あれもそうだね。クワガタも食うんですか？食う。普通に。あんな硬いのに。パク。まあカルシウムの塊だからな。なんかいまいち食いが悪いですね。追いが悪い。あれあれ、ここいいのついてるんだ。さっきの足跡、まさか今日じゃないよな。熊が全部食べちゃったんだよ。だとしたら、こういう非常に分かりやすいような、うわ、いそうですねっていうポイントは、ねっちり打たれちゃってる可能性が高いから、えぐい、打ちづらいようなところを狙ってやった方がいいかもしれないね。なんか、さらに上手くなりました。さらにベイトの精度が、最初の基本のこれよりも右と左飛ぶじゃないですか。それでパーンって手首だけで弾いてもバックラしなくなってきました。だってすげえいいところ曲がってるし、弾道が何よりもいいじゃない。でケンさん3本指でスナップ効かしてるんですか？そうそう。一昨年もそうだったけど、3本でやって、なかなかスナップが効かない3本。今何本でやってるの？2で。1だとやっぱ飛ぶんだけど持ち帰るの面倒だから、2ぐらいでこう。2だったらそのまま負けるって感じ、じゃあそれでもいいかもね。3だとなんかスナップが、確かにファーミングがいいんだけど。朝一入られましたかね。いや、ここまで距離があるから昨日だと思いたいって感じだね。朝一入ったとしたらこういったところはやっぱり辛いよね。いや、本当に上手くなってる。上手くなってるわ。長年やってるベイトキャスター並みの感じだわ。マジですか？これやっぱり人の先行者の足跡だから、もう釣れるとしたらこういったところはもう奥のキワッキワしかないんじゃないかな。この人たちが打てなかったところを狙うしかない。そこを自分が打てるとも思わないけど、でもあそこを入れるのがやっぱベイトの真髄なんでね。入れてそこで食わしちゃった方がいいですか？入れてトゥイッチ以内に食わしちゃうって感じ。なるほど。ナイス。ダメか。あそこで食わないか。100点満点だ。100点だな。びっくりしたよ。食った。おお。ちっちゃいけど。よいしょ。ニジマスだったね。ニジマスの20センチぐらいですよね。これぐらいのだと先行者いても反応してくれるんだよね。ルアーを変えてみようかしら。重い。6ぐらいあるのかな。D インサイト。じゃあ6グラムぐらいある。扁平の強い。いいですね。ここ全で。すごいアピール。スプーンみたいな。数メートル後ろに下がってね、打てるのはやっぱりいいから。流れの乗り越え方がいいですね。
ああ落ちたね。うん。ああ一応入れてみようかな。うん。ナイスコントロールだね。スピニングができてれば、ね、スピニングの方が難しいじゃないですか。弾道を出していくのは一緒ですからね。うん。トップでしたね。タックルちょっと変えて、ケンさんがセミで出したんで、ちょっと自分もセミで狙います。で、それともなってリールもインクスさんのやつか。そう。中リール。バックルしないですか？しない。なんでっていう感じ。じゃあ早速いきたいと思います。もうただ流すだけ？そう。ただ流すだけ。トゥイッチとかいらないですか？いらないです。で。出るのは、ちょうどあそこの流進で一番強いところの左に反転流とかあって泡とか溜まってるよね。あの辺をドリフトさせるんだけど、あの流進の流れにラインを持ってからないようにすると。なるほど。浮かすんですね。そうそうそう。あの木邪魔ですね。邪魔だね。なるほど。あれ邪魔だな。そういうことか。こう入れて。今ど真ん中でしょ。まあ出るかもしれないこれでも。なるほど。ちょっと浅いな。うん、こっちは手前いないんで、もうこっち無視しよう。無視して、ちょっと待って。ちょっとぐるっと回って、水に近づかないように。遠回りして。この辺から、こう打てるかな。ちょうど泡のあたりに入れて、でロッド立てて、ラインを水面につけないで、こういう感じのドリフト。天からずりですね、もう。たらしはゼロでもいいよ。でライン取られちゃったらセミの流れが変わるんだよね。なるほど。そうダメなんですね。早すぎる。食わなくなるんですか？食わなくなる。偽物だって思われちゃうんで。このルアーはここで使うの初めてですか？今までのバージョンは何度も使ってきたけど、これは最終形なんで最終形を見せるのは初めて。だからさっきは何の疑いもなく疑いもなく食いましたもんね。もっと向こうだ。こういう感じ？そう。この手前の処理を終わった。ゆっくり頭低くして。持ってかれ。なるほど。分かった。いい感じ。で今のポイントにこれ理想は1投目で入ってたら出る可能性が高かったっていう。ですよね。これですよね。そう。今もうちょっと仕事を打ってしまったんで彼ら見えてんだよね。次のポイントで決めましょう。もうこっちから行っていこう。2年前こうやってバーンってね、あれでかかったですよね。50近いのが出たけど乗らなかったで終わったんだよ、この釣りは。今年のセミはフィッシュマンのセミだから乗っちゃうよ。ナイス。ギリギリ。もう出たら本当は1秒以内。反転流で持っていかれて。もういいかな、回収で。であとはちょっと流れが効いた今のやつの1メートル下あたり。ダメか。難しい。いや、じゃあそこのプールやりましょう。で上の木があるからちょっとフライがね上げづらいが、もうこの辺ぐらいから。引き波とかで食うわけでもないんですか？ここから本命。手前側の肩、ショルダー、もうちょい右、1メートル右。これあんま見せたくないんで回収。そんなシビアに。ナイス。出ろ。いる。でかいのがついてますよ。40ぐらいのが見に来てた。惜しかった。やっぱミノより反応いいですね。多分先行者とかミノ打ちまくってんじゃないかな、スピナーとか。こんなでかいのがどっかにいるんです。見てんですね、ちゃんと。もうこの立ち位置見えちゃってるんで、可能であればできるだけ後ろに下がってやるといいかな。本当に餌を食べようと思ってこのトップ出る時ってあんま派手なバイトなくて、ゆっくりもうまるでバチ抜けの時みたいな優しくハムって、だから合わせちゃうとダメなんだよね。ゆっくりティップが重みに乗ってからスイープに。なるほどね。で向こう側のやっぱ流進の向こうなんだけど、さっきと同じように流れに糸を取られないように、後処理がやっぱすごいここ難しいから、ぐるっと回ってそっち側に立って川のど真ん中からやったらライン取られないじゃん、この波に。ちょっとでも取られたらダメなんですか？ダメだね。
ダメなんですセミが早く流れちゃう。だからおかしいじゃない、この流下のスピードが。その遅いところにあるはずなのに。そういかに自然にドリフトさせるか。実は本当に大変なのはラインベンディング。その時のためにこっち側から通過するともうこれで出なくなっちゃう。だからこうぐーっと遠回りして、これだから30センチ未満だと出るの。やっぱ大きいのは警戒心がね強いから。さあここも実績よ、この辺がギリギリかな。で俺はああいうところで木化けをしてでセミは鳴いてないけど、さっきスズメバチ見たのさ。でスズメバチもこれぐらいの大きさだから、スズメが流れてるかもっていうので食うやつもいるかもしれないよね。セミルアの絡みにくさっていうのは開発競争ですね、これ。そうなんだよ。出ろ。ああダメだ。ダメ。ああ残念。いない。もう一枚奥。もう一枚。これで出なかったらダメだな。あ、ダメだ。いない。残念。ダメか。いやいいとこだった。やば、楽しい。いいとこ。いいとこ。こんなかかったら取れんのかって感じだけど。うわー、でも出ない。さあそんなに一級ではないけどつきそうな水深はありそうだね。合わせは遅くですね。まあね、パチャンって言ったらびっくりしちゃうからね。大丈夫ですとか言って僕だって20年やってもついびっくりしちゃうからね、シーズン初期は。先に確認しとけば大丈夫。2年前はびっくり合わせしちゃったじゃないですか。やっぱ忘れて、そういう基本は分かってんだけど頭から離れて体がね反応しちゃうんだよ、手が勝手に。突然来るとね、もう分かってれば大丈夫ですよ。いやー、岩盤流は。いやーでねえな。最高のコース通せたけどダメ。このゲームの本ちゃんはあさってだね。あさって30度だからね。今日ちなみに12度。よくだからトップで出たよね。そしたらもうこの辺全部もうダーンとセミの大合唱だから。ただセミは鳴いてないけどさ、結構虫飛んでるでしょ。これはいい傾向だよね。だからマスたちの意識もきっと上を向いてるとは思うんだよね。やっとセミの投げ方が分かってきた。ああ、見てた。お、見てますよね。30から40ぐらい。そんな慎重派？見に来て戻ってっちゃうんです。なんだ俺の羽を見切るとは。やるなくそー。違いなく魚はいる。間違ったら60がいる。そんな場所ですか。これで腹減ってたら遠くからドーンって突っ込んでくる様子も見えるからね。そんなのが見たい。あんま見せない方がいいんですか。見せない方がいいね。ナイス。さあ、出ろ。あれー、出たよし。持ってかなかったな。持ってかなかったな。ちっちゃかったな。ちっちゃかった。もう食いますね。初バイトトップ。もう着水ドンですね。やっぱここ2、3日食ってたんでしょうね、ああいうの。ああ、見てる下に30センチがいる。反転流が。だからあれなんだよね。俺は足場の高いところから打って水にラインをつけないようにやるやり方だとすごいナチュラルドリフト。魚には気づかれないですから、上から覗き込んで。いや、ギリギリ木に隠れたりすごいでしょ。3グラムのセミであれだけ飛べばね、十分。ああ、これで食わねえのか。いい流し方でしたけど、絶対いますね、でかいのが。いや、面白いですね、この釣り。究極の流れの釣りですね。大好き、こういうの。うまいねうまいね12度で、昨日29度ですよ。そっから12度で、明日10度って。で、明後日30度。激しいね。どんどん寒くなってきますね。しんしんと冷えて。だからやっぱ何の釣りでもそうだけど、急に寒くなるとさ、ちょっとタフるじゃない？そうですね。水も冷たくなってきてる。だからね、これで明後日どこに入るかすげえ難しくなってきた。やっとこの時間になって昨日の酒が抜けてきた。今頃飲みすぎですよ、ケイさん。ワイン2本飲んでますね。こっち強いからな。羨ましいわ。いいところ。完璧。いや、もう完璧。一番いいコースなんだ。これはちょっと日が悪いってだけ。20センチぐらいのが見に来てたけど、もうなんかミノでフォローすら入れなくなっちゃったミノの方が出ますかね。いや、ミノの方が出ると思うよ。本当に
ただなんかつけたり外したりとかっていうのが面倒なのかなと思って見てたんだけどそう、でかいの狙いはトップ。でかいのついたね、じゃあトップ。じゃああさってナピョン高かったら今までの全プールでバイトが出る。イエス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 いただきました。あれあれ絶対出るとこだから今のレーンやっぱうまいな。いやいや出てないから。まずヨレとかはさシーバスの人だからやっぱうまいんだよな。打てるかどうかだからさ。あとはシーバスより若干速いところにいますよね。ああそうだね。シーバスの方がこの開きの方で、それもまたなんか軽そうだな。でもちょっとチップミノーなんででよく釣れるからとりあえず1本釣っとこうかなと。チップミノーへの信頼感はすごいね。これだけは相当釣ってますからね。これだけでしかやってきてないってぐらいでもさ、そのサイズのチップミノーってめちゃくちゃ軽いんじゃない？軽いです。はい。2グラムとかだよね。2.5。あ、1.5？ 2.5。バックハンドで十分飛んでるな。やっぱ20センチぐらいのはバンバンついてくるから。アクションがいいですよね。あ、よし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 。あ、外れた。あ、また食った。あ、取れちゃった。あ、また食った。あ、残念。よし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 。あ、外れた。外れてもまたすぐ食ってくるのが面白いですよね。同じ魚なんですかね。いやいっぱいいるんじゃない？ついてきてるんですかね。なんであの魚外れるんですか？シングルの返しなし？はい。シングル返しなし。だからすくっちゃった方が早いかね。すくう前に外れるんですか？あ、しくった。あ、やっぱチップすげえ。何バイト取ってんのこれ。皆川さんやっぱ神だな。よしよし、外れんなよ、外れんなよ、外れんなよ。よいしょとりあえず1匹キャッチしました。やっと使える？ちょっと待って、ちょっと出して。はい、よいしょ。イエーイ。なんか紫色を出したんです。なんかかっこいい気がして。見て、ほら、ケースオーシャンマーク。超ちっちゃいです。見ながら。嬉しい。とりあえずね、1匹はキャッチしたいですよね。そうだね。ちょっとセミパターンで寒い中頑張ったんですけど残念ながら1回ちっちゃいのが振ったぐらいでギリギリの浅さにしないと上がれるので。バイ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 。そっちや。本当土壌みたいにでも絶対深い方見つけていっちゃいますもんね。お、なんか土壌来た。土壌、もう本物の土壌いたね。本物の土壌がいました。違うんだよな、そっちじゃないんだよな。あれ違う。大丈夫大丈夫。入ったな。よし。さあ、とりあえず釣りました。とりあえず1本。ここいいですね。もう1匹。いつの間にこのプールが形成されてる。これがね、渓流の面白いところでね。台風の後とかこうやって倒木倒れてプールが出来上がって築き場が変わっていつも来てる川がね絶対釣れそう。またフレッシュな。いやいそうだこりゃ。マンションだ。セミに変えようかな。まだセミの幻聴は聞こえるんですか？あ、今は止まってる。さっきはもう大合唱だった大合唱は止まった。よくカメラマンに「あれ?」って言うと「泣いてませんよ」っていつも言ってるから先に言われちゃうよ。フィッシュマンゼミなんて名前にするんですか？いやまだセミ男。セミ男。だって北海道はフィッシュマンとかジャークマンとかそんなんばっかりだ。そっか。YouTube の僕のコメント欄に書いてますよ。セミ男か。面白いな。シケイダーマン。シケイダーマン。何あれなんか今来たかなって。何ピンときてる。でこれ右と左どっちが良さそう？右だね。右。でも一発でだよ。っていうかすごい冷気が寒い。めっちゃ寒いよ。
わあ、絶対ついてるじゃないですか。絶対ついてるわ。あそこの下を入れなければいけないという木分けしながらギリギリ近寄って、いやー、もう 1.5 メーター奥これがむずいのよね。お、まあまあいい。よし、出た。よし、でかいでかいでかいあ、そんなでもないか。そうです、ね、まあでもいいや、慎重に行こう。やったー。よし、オッケーやった。初ゼミおめでとう。ありがとうございます文句なしでしたね。よかったね。やっぱり肝は立ち位置となんですね。ピンキャスとシケイダーマン決まりですね。シケイダーマン決まっちゃうなこれやばい。まあスパイダーマンみたいでいいかなまたその YouTube でコメントくれた人がまたマンが増えたって冷たい水、ね、朝より下がりましたね。はい、こんな感じ。30センチちょっとだね。そうだね。水の中だとちょっとでかく見えたんですけどね。手がかじかむぐらい痛いでしょ。でもこの水温でセミでよく出てくれたな。あさっては爆発しますよ。本当に。ワンプールでワンバイトですか。間違いないで。いつもこの言葉に騙されて地球の裏側まで2回ぐらい行ったけど死ぬほど釣れるって言ったのに死ぬほど釣れないから多分だって3日間ゼロだったじゃないですかあれ死ぬほどいるの。死ぬほど釣れなかった。でもコツ掴んでからはボッコボコだったけどね。パン編をちょっとご確認いただければ、前半の僕たちの苦労がね。ああよかった。ああよかった。ありがとうございました。よし、さてランチですね。はい